おはようございます。今朝の4時半なんですけども、イースターホリデーになりまして、ポーランドに行ってきます。バイバイ。ルートンエアポートに着きました。ワルシャワ着きました。今いるエリアはビルがいっぱいあるとこです。まずはフレデリック・ショパンの博物館に行きました。ポーランド出身のピアニスト、そして作曲家のショパンの博物館です。ショパン最後のピアノだったり、直筆の楽譜だったりがあります。そしてこんなオーディオルームもあります。そして地下に行くとまたいろんな楽譜が見えたりするんですけども、そこではコンサートも開いてくれていて、ピアニストの方が来てくれて演奏を聴くこともできました。ポーランド出身といえば天文学者のコペルニクスもここの生まれです。地球の周りを太陽が回るのではなく、地球や他の惑星が太陽の周りを回っているとする地動説を唱えた天文学者です。ちょっと遠いですけどあれです。これは友達が教えてくれたお店で、私はちょっと飲めないんですけども、ウォッカとのペアリングが有名なご飯屋さんです。ポーランド料理の餃子のようなピエロギっていうのがありまして、それがすごい好きでした。ピエロギこれです。ここはオペラ座ですね。ワルシャワのオペラ座です。雪になってきました。寒いです。旧市街に入ってきました。ワルシャワの旧市街は1596年にクラクフから首都が移されて発展を遂げましたが、1939年にナチスドイツが侵攻してきました。占領下で市民たちが立ち上がりますが、8割以上が破壊され、旧市街に至ってはほとんどが瓦礫と化してしまいました。戦後18世紀の画家の風景画だったり、戦前に建築家の学生たちが残していたスケッチを手がかりに、もともと使用されていた瓦礫を可能な限り再利用しながら修復されました。複製文化財なので当時は登録が危ぶまれていましたが、破壊から復元および維持への人々の営みが評価されて世界遺産に登録されています。ここはフレデリックコンサートホールといって、ワルシャワで最も美しく豪華な音楽会場の一つです。ショパンが演奏した19世紀のサロンのような親密な雰囲気があります。演奏も素晴らしかったです。次の日起きると雪でした寒いって言いながら、もう昼の便でクラクフっていう昔のポーランドの首都に行くので、早々に駅に向かいました。吹雪いてますね苦笑いしながら外を眺めてました。クラフクに着きますと雪も止んで、今回はエアビーにしたんですけども、すごい窓が広くて、街の中もそんなにいっぱい人がいるって感じじゃなくって、たまに手振られて手振り返してましたねここは中央広場ですごく美しいです。ちょっと抜けていくと織物会館になります。ちょっとした小物だったりが売っていて可愛らしかったです。それを抜けるともう一回広場があって、ちょっと現地の音も流します。夜ご飯はまたピエロギにはまりまして、ピエロギが美味しいところを教えてもらってやってきました。おはようございます。すごく晴れました。今日はクラフク2日目ですごいいい天気になりました。今日はこの旅の一個の大きな目的でもあったアウシュビッツ強制収容所に行きたいと思います。車で1時間くらいの場所です。多分中ではカメラを回すことはないんですけども、ヨーロッパに来たら一度は行っておきたいなと思ってた場所なので、ちゃんと自分の目で見ていきたいと思います。行ってきます。2カ所の強制収容所をガイドさんについてもらって回りました。興味のある方は調べてもらえたらと思います。私の感想だけ述べると、今まで戦争を題材にしたものはやっぱり悲しい気持ちになるので、
なんとなく避けてしまっていた気がします。ただ訪れた後は怒ってしまったっていうことにまだ素直にすっと受け入れられないっていうのと、それでも私に今できることは何だろうっていう焦りみたいなものがありました。せっかく今気づけたし、もっと知りたいっていう気持ちになれたので、そして今私ができることはこれを知って伝えることだなっていうふうに思いました。ビルケナウの収容所から見えた太陽が今まで見た太陽の中で一番大きくて暖かくて、なんか生きてるなっていうのを感じさせてくれました。そして次の日はクラクフのユダヤ人が強制収容所に送られてしまうまでをたどれる場所がいくつかあったので、そっちを回ることにしました。ユダヤ人居住区っていうのがあったんですけども、それがドイツ軍によって第二次世界大戦中に強制的にここにあるゲットーに移されました。当時はこの壁見えますかね、ゲットーを取り囲むように壁があったそうです。そしてそこに集められた後はこの英雄広場というところに来ます。ユダヤ人はここに集められて振り分けられて強制収容所に送られていました。そしてここは多くのユダヤ人の命を救ったとして知られるシンドラーの工場です。ドイツ人のシンドラーは初めは戦争でビジネスをしようとクラフクに来ましたが、ナチスがユダヤ人を殺めていく姿を見ていく中で、ユダヤ人を助けるために自社の工場をゲットーの外に作りました。そこで自身の管理下でユダヤ人を労働させることで守っていました。お金儲けのために来ましたが、結果自分の財産を投げ打って1200人もの命を救っています。こんにちは。今クラクフ空港に来て、これから、移動していきます。これでポーランドは終わりです。バイバイ。